緊張するねこれ。おはこんばんは。It's Seg and Bren。で今日は待ちに待ったあるものが届いたので、それをみんなと一緒にここで開けていきたいと思います。はい、早く開きたい。ね、でそのあるものっていうのが、シュさんこちら、じゃじゃん。TOEIC の試験結果が今日届きました。イエーイ。イエーイ。何が入ってるかな。でも受けたのが2週間前だから、結構早かった。1週間半で届いたね。なんか、ね、普通だとってか多分日本だと1ヶ月とか3週間待たなきゃいけないと思うんだけど、アメリカで受けてるからなのかな。なんだろうね。1週間半ぐらいで結果が届きました。ね、早かったね。早かった。まあでもTOEICをなんかまず受けたいと思ったのが、いつか日本に帰った時に仕事を探しやすくなるかなと思って、まあ日本では結構このTOEICのスコアっていうのは重要視されてる。面接の時とか、中途採用とか、だからまあね、せっかくだしちょっとね勉強して、少しでもなんか日本に帰った時とかはすぐ仕事見つけられるようにスキルなんか欲しいなと思って受けてみました。なんかね、勉強したことによってさ、なんかまあTOEICの点数わかんないけど、日常的にもなんか英語の文法とかをもっとより意識するようになったとか、なんか単語の勉強やったりとか、新しい単語の知識入れたりとか、だからなんかすごくある意味なんかいい感じになった。そうじゃない？なんか全体的に上達するきっかけになったんじゃない？リスニングもね、いっぱいなんかドラマ見たりとかしたりしたし、アメリカの文化もついでに知れたし。そうだね。でもなんか俺も知らない変な単語いっぱい出てくるけど、やっぱりなんかビジネスとか、あとはちょっと古い言葉とか、今あんまり使われてないような言葉もやっぱり出てくるみたいなんだよね。ブレンド聞くと微妙になんか意味が似てるやつとか多いよね。なんかね、どっちも正解じゃんみたいなやつとかもたまにあるみたい。難しい。そう。早く見たい。まあでもそう言ってらんないよね。開けなきゃいけないけど。怖いな。でも初めてだからさ、なんかどういう感じで結果が来るかもわからないんだけど。わかんないね。まあ何でもいいよ。ね。いやー、めっちゃいけないよ。ドキドキする。はい、せーの。はい。何枚あるんだろうこれ。見えないように。おお。外から見えないようになってる。緊張するねこれ。すごいじゃん。かわいい。めっちゃ伸びてるじゃん。やばい。見て、listening。listening すごいね。満点に近いじゃん。ね。あといろいろ細かく書いてあるよ。後で。そうね、チェックしよう。これぐらいの点数を取れる人はこうみたいなことが書いてある。まずじゃあリスニングが400点ぴったしで、リーディングが275点。リーディングはちょっと弱かったかな。なんかもう時間なかったからね。でも600点いったね。500点いったから嬉しいわ。すごいじゃん。なんて書いてあるの？そっちには。なんて書いてあるかな。なんかアメリカでも結構TOEICは1ヶ月に1回とかやってるからね、もっといっぱい受けなきゃね。なんか後でなんか弱いところを調べた人はこのサイトにアクセスしてって書いてある。そういうのもやってくれるんだ。まあリーディングは半分ぐらいの得点だった。リスニングすごいね、さすがだね。リスニングはやっぱりここにねいるおかげかな。でも大事なのはそれじゃん。そうね。だって日本で仕事するんだったらね、スピーキングとかの方が大事じゃない。ね。だからね、まあリーディングをもうちょっと強化すればいいのかな、自分の場合は。ね。悪くないじゃん。頑張る。
頑張って頑張る。リーディングいっぱいやんなきゃね。じゃあ頑張ったね。頑張った、一生懸命ね初めてだったもん。緊張した。緊張した。でもいい結果出たじゃん。そうね。ね、だってセグは400ぐらい取ればいい満足かもって言ってたじゃん。なんか大体さ500点ぐらいがさ、ベース、なんかそのもうなんだろう会社に出すやつの、そうだからなんか500点以上は欲しいなと思ってたけど、取れたじゃんね。次はじゃあ700点以上かな、目標は。ね。あとちょいじゃん。あと25点。700は行きたいな、いつか。ってことでこんな感じでした。はいじゃお疲れ様でした。また次のテストに向けて頑張って勉強しようと思います。はい。まあ多分 TOEIC ね頑張って勉強してる人もねいっぱいいると思うから、みんなで頑張りましょう、はい、一緒に。でも TOEIC の勉強を始めたのが試験のちょうど1ヶ月前に勉強を始めて、でそこでなんか文法とかなんかTOEICってこんな感じで出るんだってね、いろいろ勉強したんだよね。すごいじゃん。だって1ヶ月でなんかもっと時間あったらもっと点数取れたんじゃない？そうね、これから1年ぐらいかけて勉強したらもっと点数が伸びるかもしれない。伸びるでしょう、ね。リスニングも伸びるでしょう、リスニングはねあんましやってなかった。もうちょっとね、リスニングの練習、なんか問題が難しいからさ、練習すればいいかもね。なんかTOEICは本当にやってみて思ったのが時間との戦いって感じ。なんかゆっくりやれば多分解けるんだよね、みんな。ゆっくりね時間かけて。だけどなんかこれも本当に決まった時間でさパパパパパパって解いていかなきゃいけない、からすごく多分焦っちゃうってのもあるし、ね、だからでもそれだけで情報の処理能力を求められるんだけど、でもなんか書いてあったよ。なんか問題早く解決できるとか、なんかそういうの書いてあったよ。それが必要だなって思った。これから少しずつまた勉強してみんないい結果が出るようにね、もっともっと頑張りたいと思います。頑張りますってことで、じゃあ今日の動画はこんな感じになります。この動画面白いと思ったらぜひ高評価の方とチャンネル登録お願いします。はい、あとは概要欄の SNS、ブログ、グッズ、あと自分たちの手紙のための送り先もあるので、ぜひチェックしてください。ってことで、じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。